はいどうも M クライズです。ガンプラテクニック講座、今回のテーマはこちら。徹底検証メカニカルコアメッキ塗装の正解についてです。メカニカルコアメッキと聞くとやはり皆さんリアルグレードのサザビーを思い浮かべると思うんですが、あちらにつきましては正規のガンプラ商品になりまして、メッキ感を作り出すのにガンプラの工場の方では真空蒸着という技術が主に使われています。この真空蒸着は簡単に説明しますと、プラモデルのランナーを真空の箱に入れて、その中にアルミの粒子を散布することによってメッキ感というのは再現されています。ただ我々のような一般家庭にはそういった真空蒸着という機械はないのがほとんどだと思われますので、塗料の方で正規のメッキ感に近づけるような塗装方法を今回検証していきたいと思います。はい、ではこれからメカニカルコアメッキ塗装の検証の方を進めていこうと思いますが、今回はこちら透明のプラスチックスプーンですね。こちらをガンプラのクリアパーツに見立てて塗装の方を行っていきたいと思います。ということでこちらスプーンの表面側にマスキングをしまして、こちらスプーンのへこんでいる部分、こちらをパーツの裏側と見立てて、こちら随一シルバー塗装の方を行っていきます。ではまずこちら1つ目の検証としましては、以前の動画でも使用しましたこちらプレミアムミラークロームですね。こちらの方でスプーンの裏側の塗装を行っていきます。はい、ではこちらこんな感じでプレミアムミラークロームの塗装が終わりました。はい、こんな感じで何パターンかスプーンの方塗装していこうと思うんですが、他にはこちらですね、ガイアカラーのスターブライトシルバーであったり、またこちらプレミアムメッキシルバー、こちらも使って3パターンのスプーンの方製作していきたいと思います。はい、ではこちらこんな感じで3パターンの塗装が完了しました。こちら表面の方順番に見ていきたいと思います。はい、こちらそれぞれ表面のマスキングテープ剥がした状態になります。まずこちら左側からこちらがこちらですね、プレミアムメッキシルバーになります。裏面塗装した感じがこのような状態で、表面がこのような状態になっています。続いてこちらがプレミアムミラークロームですね。塗装面がこんな感じで、表面のパーツ表面はこのような形になってます。そして最後こちらスターブライトシルバーです。こちらが裏面塗装した状態で、はい、こちらが表面の状態になります。はい、こちら3つ並べて近くで見てみるとこんな感じになります。メッキ感で言いますと、やはり真ん中のプレミアムミラークロームの方がしっかりメッキ感が出ているのかなと思います。それに対して左側のプレミアムメッキシルバーも比較的メッキ感は出ているんですが、こちら本物のメカニカルコアメッキと比べてどちらが近いといったところが最終的な結論になるかなと思います。こちらにつきましては今回は裏面普通にシルバー塗装を行っただけの状態になります。こちら3つ全てに言えることなんですが、やはりどうしてもシルバーだけでは隠蔽力が非常に少ないですので、パーツ裏面のこのマットのこの印字されているものがしっかりこちら透けてるの分かるかと思います。次はこちらを改良するために、こちらパーツの裏面に対して黒色のサーフェーサーを吹いたパターンのスプーンも製作していきたいと思います。はい、このような形でスプーンの裏面黒サフ塗装が完了しました。このように見比べてみますと、裏面を黒サフ塗装することによってしっかりと光の透過を抑えられている都合上、メッキの質感というのが非常に違いが出ているのがわかるかと思います。ではここからさらに実際のメカニカルコアメッキと同じように表面クリアレートで塗装し、さらにクリア層を重ねて塗装を行っていきたいと思います。はい、ではこちら6つのスプーンすべての塗装が完了しました。こちら全体見比べてみるとこんな感じです。こちら上半分が裏面にサーフェーサー塗装を行っていないスプーンになりまして、下半分が裏面に黒のサーフェーサーで塗装したスプーンになります。裏面しっかり遮光処理としてサーフェーサーを吹いてあげた方がしっかりと光が反射して非常に光沢感のあるメタリック感に仕上がっていると思います。
はい、ではここからさらに裏面にサーフェーサー塗装をしたスプーンのみに絞って詳しく見ていきたいと思います。ここからさらにメカニカルコアメッキに近いものを厳選していくわけなんですけれども、こちら順番に詳しく見ていきたいと思います。まずはじめにこちらがスターブライトシルバーで塗装したスプーンになります。こちらカメラでは少し見えにくいんですが、クリアパーツの奥の方に金属の粒子が粗く見えているような状態です。これはこれで非常に質感としてはいいものに仕上がっているんですが、メカニカルコアメッキに近いものと言われれば、少し違うような気もしますね。ただこれはこれで非常にありな塗装法だとは思います。はい、続いてこちらがプレミアムミラークロームで塗装をしたスプーンになります。こちらクリアパーツの奥の方に鏡面の塗装層がありまして、こちら光を非常に反射しているような状態になっています。やはりもうプレミアムミラークロームなんで、鏡面に仕上がるのは当然なんですが、こちらを使うのがやはりメカニカルコアメッキに非常に近い塗装法なのかなと思います。はい、最後にこちらプレミアムメッキシルバーで塗装したスプーンになります。こちらも表面非常に滑らかに仕上がっていまして、プレミアムミラークロームに引けを取らないような状態になっています。ただこちらもメカニカルコアメッキに比べるとやはりちょっと鏡面っぽさが少しちょっと劣っているのかなとは思います。ただこれはこれで非常にありな状態に仕上がってますので、これはもう人の好みかもしれませんが、私はちょっとプレミアムミラークロームの方がちょっと優れているように思いますね。はい、今回のこちらの動画では、よりメカニカルコアメッキに近い塗装法の検証ということがテーマになってきますので、ここから一番近いものを一つに絞りたいと思います。結論から言いますと、こちらのスプーンですね、プレミアムミラークロームで塗装し、さらに裏面に黒のサーフェーサーで塗装したこちらのスプーンが一番近いかなというふうに判断させてもらいます。最終的な塗装方法としましてはこちらの表の通りになります。まずパーツの裏面にプレミアムミラークロームで塗装し、その上から黒色のサーフェーサーで遮光処理を施します。そこからパーツの表面にその気体色のクリアカラーを塗装した後、上からさらに光沢感を増すために通常のクリア塗装を施しています。また今回使用したスプーンは非常に表面ツルツルしている材質でしたので、今回は省略しましたが、実際のプラモデルでは裏面にミラークロームを塗装する前に一旦表面処理という意味合いも込めてクリア塗装を1回塗装しておいた方がいいかなと思います。やはりちょっとパーツの裏側っていうことで非常に細かいところですので、どうしてもヤスリがけをしたりなどの表面処理ができないので、クリア塗料で表面のザラザラした溝を少しでも埋めてあげることがプレミアムミラークロームの性能を発揮することができますので、こちらはぜひおすすめしたいポイントになります。はい、ということで検証動画以上となりますが、皆さんいかがでしたでしょうか。ここまでご覧いただきましていろいろな塗装方法を試してみたんですが、今回プレミアムミラークロームが一番メカニカルコアメッキに近いという結論に至らせてもらったんですが、それ以外のこちらスターブライトシルバーであったりプレミアムコアメッキの方も決して悪い質感ではありませんでしたので、これはこれでまた活かせるような機会があればこちらもぜひ活用していきたい塗料かなと思います。はい、ではここまで動画を見ていただきましてありがとうございました。今後もこちらの動画ではこういった検証動画であったりガンプラのテクニック講座、またガンプラのレビュー動画であったり全塗装動画の方も随時上げていきたいと思いますので、興味のある方はぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。他の動画も見ていただけると非常に嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。以上 M クライズでした。